副業で稼ぐならこれがおすすめ。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はバリ儲かるネット副業の新しい教科書について解説していきます。あなたは今何かにチャレンジしていますか？一生懸命働いているのに給料が上がらない。この生活から抜け出したい。成功して人生を変えたい。そう思う人は多いです。そんな思いを持っているのに時間がないから、お金がないからと諦めていないですか？変化の激しい今の時代は、今の生活を変える方法がたくさんあります。その一つがネット副業です。ネット副業で収入が増えればお金の悩みがなくなります。今回の動画では人生が変わる新しい副業の秘訣を8個解説していきます。今こそ自分を変えるきっかけにしてください。あなたなら必ずできます。参考になったという人はいいねやコメントをください。またコメント欄にあなたのチャレンジを決意表明してください。1個目、終身雇用の崩壊で高まる副業の重要性。企業の終身雇用時代が終わりを告げようとしています。2018年には厚生労働省が副業・兼業の促進に関するガイドラインを作成したことがきっかけとなり、徐々に企業が副業を解禁し始めました。企業が従業員の終身雇用を守れなくなった以上、別の受け皿が必要です。職を失った人が社会にあふれれば、失業保険や生活保護のコストが膨らみます。国はセーフティーネットの一環として会社員が副業することを推進しています。しかし急にそんなことを言われても戸惑う人も多いです。今の段階であなたが準備することは、副業を始めて会社がもし倒産しても大丈夫な自分になることです。会社員として安定した収入がある状態で別の収入の柱を作っておくことは、今現在の生活費の助けになるだけではなく、将来的に大きな財産になります。2個目、無理に脱サラする必要はない。もし会社員の給与体系に不満があっても、いきなり脱サラするのは危険なのでやめてください。まずは副業からスタートして、給料以外の収入を得てください。副業をしていると心の余裕が出てくるため、金銭面以外でのプラスも多いです。会社員の人っていうのは副業で結果を出しやすいです。会社員のメリットは信用があることと人の痛みがわかることです。会社員の経験があると大半の人の苦しみがわかります。悩みを理解できるってことは最終的にビジネスの成功につながります。なぜなら基本的にビジネスとは誰かの悩み解決だからです。今働いている環境で自分は何を得ることができるのか、そこで得たものを将来どのようにつなげていくのか、それを意識してください。3個目、副業は老後2000万円問題を解決する。2019年に金融庁が公表した報告書に書かれていた老後2000万円問題のフレーズが世間で大きく取り上げられました。なぜ話題になったのか。それは老後資金が2000万円不足する部分だけが切り取られたからです。まずは事実を整理しましょう。年金問題を語るときは人間の平均寿命が大事な数字になります。ちなみに2017年の平均寿命は男性 81.1 歳、女性 87.3 歳でした。2017年の高齢夫婦無職世帯の毎月の赤字額の平均値は約 5.5 万円になるそうです。これをもとに平均余命を20年から30年とした場合、5.5 万円 ×12 ヶ月 ×20 年は1320万円。5.5 万円 ×12 ヶ月 ×30 年は1980万円です。生涯の赤字額は1320万円から1980万円になります。このデータから老後資金は2000万円不足するのも間違いではないです。しかし、この考え方には今後自分が働かないことが前提とされています。つまり定年退職した後、働かずに生活した場合、お金が2000万円足りないってことです。足りない分は退職後も自分で働いたり資産運用をすれば
不安になる必要はないです。退職する時までに環境を整えたり、スキルを学んだり、資金を貯めておく準備を今からしてほしいと思います。4個目、資本主義を生き抜くための3つの力。ロバート清崎さんの著書「金持ち父さん貧乏父さん」の中でお金持ちの本当の定義が書かれていました。それによると、お金持ちは1年間仕事を休んでも大丈夫ってことです。世の中の働き方は4種類に分けられます。E、エンプロイー、従業員。S、セルフエンプロイー、個人事業主。B、ビジネスオーナー、経営者。I、インベスター、投資家。この4つです。B や I なら1年間仕事を休むことができるため、お金持ちになれるのは経営者か投資家です。あなたもきちんとしたステップを踏めば、お金に縛られない人生が手に入ります。そのために必要な3つの力を伝えます。1つ目の力は守備力です。これは E の従業員の部分です。つまり会社員は守備力を上げるステップです。会社員の人は給与所得のため安定した収入が入ってきます。しかし金額が多いわけではないです。そのため収入を増やすよりも無駄遣い、支出を見直してください。見直す項目は6個です。通信費、光熱費、保険料、家、車、税金の6個です。そして会社員にとってお金よりも大事なものが信用です。家を借りるときやクレジットカードの審査が通りやすいことは会社員の特権です。副業の場合はその信用を事業投資に使うことで資本主義を生き抜くための次のステップに進むことができます。続いて2つ目の力は攻撃力です。これは S の個人事業主と B のビジネスオーナーに該当します。個人事業主は事業所得になります。今はインターネットの発達で結果が出るまでのスピードが速くなりました。初期投資も従来よりも少額でスタートできるためリスクが少ないです。利益が出たら個人事業主からビジネスオーナー、つまり経営者へステップアップしましょう。経営と聞くと自分には無理だ、そんな能力はない、そう感じるかもしれないです。でもそんなことはないです。経営者っていうのは全て自分でやる人ではないです。経営とは人の力を借りて事業を進めることです。例えば S の個人事業で物販をする場合、その作業工程は仕入れ、出品、梱包、発送に分かれています。まずは自分で全て経験しましょう。そして利益が出たら梱包や発送を外注していきます。そのようにして自分の時間を作って他のビジネスをどんどん進めてください。続いて3つ目の力は安定力です。これは愛の投資家にあたります。投資をする時の考え方として必要なのは分散投資をすることと余剰資金で運用すること、この2つです。余剰資金とは生活に支障が出ない部分のことです。会社員であれば生活に必要なお金は半年分、事業者であれば1年分のお金が生活防衛費とされているため、それ以外の資金が余剰資金になります。投資は心と資金に余裕がない人はやらないでください。まずは自分のビジネスをうまく軌道に乗せて余裕ができたら始めてください。5個目、副業の王道、物販。ここでは初心者が取り組みやすい副業の王道、物販について説明をします。物販とは商品を仕入れて販売することです。大きな特徴は誰がやっても同じ結果になりやすいことです。例えばあなたと他の人がそれぞれ3000円のスマホケースをメルカリに出品したとします。結果は2人とも3000円で売れます。物販歴が長いからといって3000円のスマホケースが3万円で売れるわけではないです。逆に初心者だからといって300円でしか売れないわけではないです。この再現性の高さが物販の一番のメリットです。また現金化のスピードが速いことも大きなメリットになります。例えばあなたが本を読み終わった後メルカリに出品したとします。その場合出品した瞬間に売れる可能性があります。新しい本であれば本当にすぐ売れます。さらに物販は利益率が高いです。月利で 70%、低くても 15% から 20% は出すことが可能です。
月利が高いってことは、その分お金を作り出すスピードが速いってことです。続いて6個目、物販の稼ぎ方のレベルの1、リスクを抑えて仕入れをする。まずはリスクを抑えて仕入れをすることから始めましょう。ここでは具体的な仕入れ先を3つ紹介します。1つ目、Amazon ダメージ転売。Amazon では返品された商品は再度販売することができないです。そのためダメージ商品になります。その後破棄される場合、処分される商品をまとめて買い取ることができる会社が日本に5社ほど存在します。その会社から商品をまとめて買い取り、それをメルカリで転売します。これらの商品の返品理由はサイズ違いなどによるもので、ほとんどが未使用品や新品で商品としても何も問題ないです。ちなみに Amazon で通常販売されている値段の4割程度で仕入れることができます。続いて2つ目、100円仕入れ。この100円仕入れは地方の人ならではの仕入れ方法です。地方は家賃が安いため、倉庫を構えるアパレルの卸売業者がいます。売れ残った服は最終的に処分されますが、卸売業者のコネクションがあれば、処分一歩手前の商品を購入することができます。1商品だいたい100円くらいで仕入れることができます。ただしあまり表立って販売はしていないです。1人に対して1商品を売るような方法では業者の利益にならないため、パッケージ化してある程度大量にさばくことができれば業者も対応してくれる方法です。3つ目、不用品販売。メルカリは個人が手軽に売り買いができるフリマアプリです。買ったけど全く着ていない服や家庭内の不用品を出品してみてください。メルカリに出品されているものは多岐にわたりますが、洋服や日用品が人気です。またトイレットペーパーの芯や応募シールなど意外なものが売れる場合もあります。続いて7個目、物販の稼ぎ方のレベルの2、リサーチ力をつけて差別化をする。ここではリサーチ力を身につけて仕入れに生かす方法を伝えます。具体的なノウハウを2つ紹介します。1つ目、革靴転売。これは安定して利益を上げたい人にとって最適な方法です。革靴はビジネスマンの定番アイテムであると同時に消耗品のため需要があります。仕入れ先はセカンドストリートのようなアパレル系の古着を扱っているお店です。もしあまり状態が良くないのであれば、そのまま転売するよりも少し手入れをすることで値段を高くして売ることができます。仕入れた後は徹底的に磨き上げることをお勧めします。2つ目、カメラ転売。スマホカメラの質は上がっていますが、一眼レフカメラは10年前のものが現役で使用されていて、中古でも値崩れしづらく、需要が常に一定数あります。仕入れ先はヤフオクや実店舗です。カメラ自体は高額のため、仕入れ単価は最低でも1万円ほどかかります。利益率は 30% から 40% くらいです。世界の一眼レフカメラのシェアの9割が日本製で、中でもニコンやキヤノンが人気です。最初は初心者向けのカメラを仕入れて販売してください。そして慣れてきたら少し値段の高い商品を海外サイトを使って輸出して販路を海外まで広げるのがおすすめです。今回紹介した革靴転売とカメラ転売はヤフオクの転売がおすすめです。ヤフオクのメインユーザーは40代から50代の中高年が多いため、革靴やカメラの購買意欲が高いです。商品によってプラットフォームを変えて物販の感覚をつかんでください。8個目、物販の稼ぎ方レベルの3、自動化。ここでは自動化について2つの方法を紹介します。1つ目、Amazon FBA。Amazon で販売することでビジネスを拡大できます。注文の数が増えて発送業務が膨大になると人に任せても追いつかないことがあります。そこで便利なのが Amazon FBA です。これは Amazon による業務遂行のことで、物販の受注、梱包、発送、受け渡し、代金回収までの一連のプロセスを Amazon が行ってくれます。簡単に言うと、販売する商品を Amazon の倉庫に送っておけば、注文が入った時点で Amazon が配送手続きをやってくれる非常に楽な制度です。2つ目、ベース、Shopify、楽天市場。個人的な色を出したいのであれば、これらのサイトでオンライン上に自分のお店を持つのもおすすめです。ベースや Shopify はパソコンの知識がなくても
気軽にネットショップを開設できる反面、自分で集客しないといけないため、マーケティングの知識も必要です。そのため少々ハードルは上がります。また楽天市場は日本国内では最大規模の EC サイトですが、出店者として参加するには登録料が18万円から60万円とコストがかかります。ライバルも多いため、最初は稼ぐのが難しい部分があります。まずはメルカリやヤフオクで慣れてから挑戦することをお勧めします。僕の周りには物販で副業をスタートして経営者になった人が本当に多いです。今の時代は会社の収入だけでは厳しいです。給料は増えない。その一方で消費税は上がったり、年金も減っていくことが予想されます。そんな人にぜひチャレンジしてほしいのが副業です。副業に興味を持った人は、ぜひこの本を買って読んでみてください。そして実際に副業にチャレンジしてみてください。この動画が良かった、副業に興味を持った方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。